前の動画でいろんな車種をパワメで比較したんだけど、ロードバイクとグラベルロードがほとんど同等の結果になってしまいました。このチャンネルはめちゃ真面目だから、ありのままを報告したんだけど、内心そんなわけあるかいって思ってました。で、その動画で片足用パワメが大きな誤作要因になるよって言いましたね。あとは風の変化ね。風はある程度どうしようもないんだけど、パワメについては先日めでたく両足用パワメに約グレできたので、前回の怪しげな結果を検証しようと思います。前回は4車種もあったから、1車種あたりの手間があまりかけられませんでした。今回はロード、グラベルに絞って2つのコースで検証します。1つ目は前回と同じ平坦直線の区間を時速 30km で走行するのに必要な出力を測ります。2つ目はヒルクライムを一定速度でやった場合にどのような差が出るかを測定します。使用する機材を確認していきましょう。パワーメーターは使用マクロ MX、両足測定なら高渉でパワー測定精度プラマイ 1% 以内。ペダル型は原理的にも測定精度を狙いやすいです。クランク型、特に古いものは精度の悪さが報告されることがありますが、このアッシオーマは精度に関する悪い話を全く聞いたことがありません。世間的にも最も評価の高いパワーメーターの一つかと思います。両足測定ならね。続いて使用する車両も確認しておきましょう。再検証という意味ではパワメ以外は前回と同じ仕様でやるべきなんだけど、趣味のもんなんでちょこちょこ仕様が変わっちゃってます。まあ片足測定による誤差は足の場合常時 10% くらい、短時間なら 20% 以上ある時もあるってしばらく運用したデータから分かってるから、前回の結果なんて全破棄でいいと思います。だからわざわざ前回の仕様に戻すとかやりません。ロードバイクの測定で使用するのはソメクのディアブロ XLT。 前回からホイールとタイヤが変更されています。前回は後輪が DT スイスの RC38 に前輪がゾンダの変速仕様だったけど、今回は前後統一でボーラ WTO45 になってます。というか前回の仕様が再起不能になった前輪の代わりにシャーなしゾンダをつけてた暫定仕様だったんです。合わせてタイヤもアジリストのクリンチャーからチューブレスレディの GT5000S にしました。何言ってるかわからんって人のために簡単に説明すると、前回から足回りが1ランク良くなってるというか、かなり高級で理想に近い構成です。でも重量はいろいろ少しずつ重くなって、前回の 7.1kg から 7.5kg にアップしてます。なんか重量増加が微妙に計算と合わないんだけど、実測でそうなってんだから仕方がない。あと測定時は携帯ツールを外し忘れたので 7.8kg ありました。おい、グラベルに関しては特別お伝えするような仕様変更はありません。ほとんど吊るしのキャニオン、グリズル、CF です。ロードとの最大の違いは 45C のグラベルタイヤが装備されていることです。これも携帯ツールを外し忘れたので重量が前回の 9.7kg から 9.9kg にアップしてます。おい、タイヤの空気圧は両方とも上限の8割としました。ロードが6バール、グラベルが4バールですね。結構高めの印象になると思います。次に測定方法について。平坦路の測定は近所の直線約 1km を往復します。前回は1往復でしたが、今回は2往復します。テストは天気予報を見て、なるべく風速の低く安定しそうなタイミングで実施します。でも完全に無風とはいかないから、これは引き続き誤作用因として残ってしまいます。またやるかよ。いろいろ忙しくてね。速度をなるべく時速 30km に統一。ポジションは下半固定です。下半を握った時のポジションは、ロードの方が 15mm 低く、20mm 前方に遠いです。服装は上がサイクルジャージに、下はスポーツ用のハーフパンツです。なので全身サイクルジャージより一回り空気抵抗が大きいはずです。なんで半端な格好なの？夜中にグロウロしてるだけで圧倒的不審者なのに、
これ以上不審者係数を上げたくありませんでした。あと YouTube 的にグラフだけはどうかなって思ったのでチェストマウントカメラを装備しています。これで空気抵抗と重量と不審者係数が少しずつ上がりますね。前回はこれと大体同じ条件で測ってロードもグラベルもおよそ 158W で同等だったわけです。今回はどうでしょうか。では結果のグラフを見てみましょう。赤線がロードバイク、青線がグラベルバイクです。実線がパワーで点線は速度です。2往復分をまとめてグラフにしました。明らかに赤線のロードの方が低いパワーで速度を維持できているわね。加減速の部分はカットして安定している部分だけで区間ごとの平均を出すとこんな感じです。それらを合計してさらに平均してみましょう。前回は速度補正を行いましたが今回は速度の精度が良いからそのままでいいでしょう。ロードが 157W で前回とほぼ同じ、グラベルが 201W で前回よりかなり大きいわね。この結果は妥当でしょうか。ここにアーシ金星の必要出力計算機があるので試算してみましょう。CDA、つまり空気抵抗の大きさを決める指標とタイヤの転がり抵抗ペース、重量、伝達効率、気温などを設定して速度を入力すると理論的に予測した必要出力を返してくれます。空気抵抗の指標の CDA は仮に 0.4 とします。タイヤの転がり抵抗ペースのデータはバイシクルローリングレジスタンス .com が公開しているものを使用します。GP5000S はトップクラスの転がり抵抗ペースの良さで 0.003 しかありません。これは安いタイヤの半分くらいで超高性能です。体重は秘密です。まあ平地ではあんまり結果に影響しません。 165W になったわね。最も影響力の大きい CDA が仮の数値なのでそれほど予測の精度は出ませんが妥当な範囲かと思います。逆に出力から CDA を見積もると 0.38 くらいですね。これも妥当感のある数値です。グラベルの方も同様に計算してみます。 CDA はポジションが少し起きているのでロードの1割増の 0.42 に仮に設定。転がり抵抗ペースは使用している G1 バイトの 45C のデータがバイシクルローリングレジスタンス .com にないので近い仕様のタイヤの 0.007 をベースにします。これがチューブレスレディ仕様のところ実機では TTU を入れているのでその分として 0.001 追加して 0.008 としておきましょう。細かい根拠はバイシクルローリングレジスタンス .com の有料データを使っているので言えません。でも誰が推定しても 0.007 から 0.009 の間に収まると思います。すると 203W になりました。試験結果が 201W だったのでこれは気持ち悪いくらい一致しますね。後から編集してんだから何とでもなるでしょうが。そうだけどでもそこまで露骨な調整はしてないように見えるでしょう。ロードとの差は 30W くらいがタイヤ、10W くらいが空気抵抗かと思われます。ここまで一致しているのは偶然だけどやっぱりプラマイ 5% 程度には計算と一致しなきゃおかしいと思ってたんだよね。プラマイ 5% のほとんどは微風の影響のイメージです。ちなみに今回の測定結果をあえて片足仕様に計算し直すとこうなりました。ロードのデータをベースにしていて緑の線が右足を無視して左足の出力を2倍にしたものです。アッシオーマの片足仕様は左足測定でアーシは左足が弱いので片足仕様だと出力が低く見えます。アーシの場合平均でだいたい 10% 減になりますね。これがいつも 10% なら補正をかければいいと思うかもしれませんし実際パワメ側にその機能もあります。でもいつも一緒ならそれでいいけど4本目とかなぜかバランス取れてるんですよね。どういう条件で変わるのか全くわからんから補正しようがありません。前回の腑に落ちないデータはだいたいこれが原因かと思います。さて左右バランスの話は置いといてヒルクライムの結果を見てみましょう。近所の裏山で平均勾配 8% くらい 2.5km くらいの坂道です。ここを時速 13.5km を維持して登ることにします。
皆さんの中には速度じゃなくてパワーを一定にした方が良いのではと思った人もいるかもしれません。でもやってみるとわかりますが、パワーを一定に維持するのはかなり難しいです。アーシは平地でも無理ですが、特にヒルクライムでは変化する勾配に合わせてケイデンス、ギアを変更し続けなければならないのでほとんどの人が不可能かと思います。速度一定ならケイデンスを一定に保つように集中するだけでいいので、だいぶ難易度が下がります。ただ速度一定にも欠点があって、勾配が一番きつい部分でも速度維持できる出力が必要ですね。だからこんな半端な速度なのね。地層で時速 15km に設定したらきつすぎたので1割低くしました。細かいルールですが、ポジションはブラケットポジションで統一、立ちこぎは禁止です。最初は全区間で比較しようと思っていたのですが、途中一瞬下りがあり、そこが含まれているとややこしいのでカットすることにします。なので、下りの後の後半、約 1750m、勾配 7.7% の区間のみで比較しようと思います。さて、測定結果の前に、ヒルクライムは平坦走行よりも高精度な予想ができるので、先に予測値を出してみましょう。ヒルクライムは重力による抵抗が支配的になり、重力は空気抵抗と違ってほとんど変化しません。だから計算結果が信用できるんです。また、空気抵抗が速度の3乗に比例するのに対して、重力による抵抗は速度の1乗に比例です。なので、速度変動があっても平均さえ合っていれば計算が狂わないのも大きいです。さっきと同じ必要出力計算機に勾配 7.7% を設定し、時速 13.5km 時の必要出力を計算します。空気抵抗を決定する CDA は前半で見積もった数値を 1.1 倍にして使いましょう。下半からブラケットポジションに変更したからですが、速度が低く空気抵抗の影響が小さくなっているので、最終結果にはあまり影響しません。するとロードが 228W、グラベルが 251W と計算されました。どれくらい実測と一致するか楽しみですね。アフレコなんだから何でもできます。まずは先に測ったグラベルの方を見てみましょう。平均速度は時速 13.6km で 250W と出ました。ほら、めちゃくちゃ一致する。言っとくけど何も変な操作してませんからね。一般的な理論しか使ってないから皆さんで検算もできます。体重非公開だからできないわ。全部理解してれば、逆算で体重が求められますよ。誰得？次にロードの結果を重ねてみましょう。ここでちょっとごめんなさいがあります。速度一定にしたはずなのに、ロードが先にゴールしちゃいました。これはグラベル側がホイール回転から速度を取っていたのに対して、ロードは GPS で速度を取っていたせいです。なんでそうなっているかというと、単にセンサーの移設が面倒だっただけです。ごめんなさい。平地の場合、GPS でもホイール回転からの算出でも結果はほとんど変わらないし、なんなら GPS の方が正確かと思ってました。でもヒルクライムコースは林の中だったので GPS の受信状態が悪く、速度が実際より低く表示されていたようです。なので、うまく速度統一ができませんでした。本来ならやり直しなんですが、結果的に比較しやすいデータが取れているので、とりあえず続きを見てみてください。ロード側の平均出力は 248W で、グラベルとほぼ同じでした。速度を統一したつもりが偶然出力統一になってたわけね。その上で、ロード側が22秒、割合で言ったら 4.6% 早くゴールしています。そっから計算するとロードは平均時速 14.2km 出ていたようです。さっきの予想値は 13.5km でやってたので、14.2km にして再計算してみると 241W です。これは 3% くらい予想からずれるけど十分良い精度かと思います。予想ですが、ヒルクライムコースは路面があまり良くなかったので、ロードの高圧タイヤは転がり抵抗が試験値より大きくなってたと思われます。とまあこんな感じで、ちゃんと測定さえすれば理論値と実測はかなり一致するし、ロードバイクはちゃんと速いと確認できました。
めでたしめでたし。今回の一件での大きな学びは片足パワメはかなり使いにくいなってことです。足の場合はメカ的な検証を行いたいので、論外でした。でもこれは本来の用途から少しずれています。本来パワーメーターは、パワー管理をしながらの高度なトレーニングを行うためのものなので、絶対的な精度よりかは一貫性が重要なはずです。これが片足測定でもいいやというよりどころのはずですが、どうも左右バランスは常に変化しているようで、一貫性があるとはとても言えなそうです。そんなのお前だけだって話かもしれませんが、左右バランスが安定しているかどうかも結局両足測定できないと分かりません。なので正直、片足パワメの使いどころがよく分かりません。よっぽど自分の左右バランスに自信と確信があるクロートしか使いこなせないのではと思ってしまいます。ないよりマシ論もありますが、現在、比較的低コストにパワメを導入する手段は、片足パワメの他にマージーンのスパイダー型なんかもあります。スパイダー型は原理的に左右合算の測定しかできず、左右バランスは推定値となるのが弱点と言えないこともありません。でも左右合算が推定になる片足型よりずっと良いと思います。もしこれからパワメを導入する人がいれば、そこら辺も一考していただけたらなと思います。終わり。